率の引き上げ分は全額社会保障の充実と安定化に使われます。これほんま？嘘つけー。今デフレプラスデフレで賃金が下がってる中、コストプッシュインフレで物価だけが上がる、これをスタグフレーションって言うんですよ。物価が上がってるからインフレっていう一言で片付けてはいけない。この時に必要な政策何か、消費税減税なんです。経済学の教科書の通り、金融緩和と財政出動、なぜこれができないのか。ノーベル経済学賞を受賞した人ら、ジョセフ・スティグリッツとか、あとはポール・クルーグマンっていう人とか、あとは MMT のステファニー・ケルト、みんな消費税減税した方がいいって言ってるんですよ。これでも消費税減税しない政府、おかしいやろか。常連さんお願いしますありがとうございます25歳の社会人です。もう皆勤賞で今日も来ました。ありがとうございます。せっかくなんで一緒に財務省解体コールしませんか。大きな声で言っていただけたらと思います。準備はいいですか。はい、解体、財務省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 解体。はい、ありがとうございます。ちなみにありがとうございます。初めて参加された方いらっしゃいますか。もしよかったら手を挙げていただきたいんですけど。あ、結構いてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。寒いのに雨の中ありがとうございます。皆さん参加された目的って何でしょうか。もちろん生活が苦しいっていうのもあると思います。いや、それだけじゃないんですよ。皆さん来てるのはなんで来てるのか。日本がこのままやと本当に消えてしまうから、家族を守りたいから、今いる隣の人を守りたいから、そういう思いで来たんじゃないんですか。人のために行動できるって素晴らしいことだと思いませんか。素晴らしい。僕はでも1回目から参加し始めたんですけど、1回目参加するときちょっと怖いなみたいな印象あったんですけど、全然そんなことなくて、みんな優しい心を持って日本を何とかしたいと思って、思いやりを持って勇気を持ってここに来た人たちの集まりなんです。僕これ素晴らしいと思うんですけど、素晴らしいと思う方はもしよかったらちょっと拍手していただけたらと思います。素晴らしい。そうなんですよ。日本人っていうのは人が困ったら助けれる、自分よりも人のために行動できるっていう、そういう民族なんです。でも残念なこともあるんです。それは今の日本にはそういう人の道を理解できずに、自分さえ良ければいいという輩がいるんですよ。その輩って誰なんでしょうかね。財務省。財務省や。こいつらのせいでここの30年間日本が傾いてるんですよ。ジャパンズナンバーワンと呼ばれた時代がありました。でも今や1人当たりの GDP、 韓国、台湾にも負けて、今何か知ってますか。38位です。先進国の基準っていうのが1人当たりの GDP40 位以上なんですよ。でっていうことはもう日本先進国じゃないってことです。外国にお金あげてる暇ないんですよ。極貧国なんです。じゃあどうやったらいいのか。確かに財務省の悪口言う、これ簡単なんです。でも皆さん選挙に行くことも大切なんです。ただできることもあります。学問をするんです。福沢諭吉、吉田松陰、みんな幕府側の人間じゃなかったんです。明治維新の時みんな。でもそれでも責任を感じて日本を何とかしたいから学問をして仲間を作って行動して日本を変えたんです。皆さんお一人お一人が福沢諭吉なんです。坂本龍馬なんです。そのことを忘れないでいただきたいんです。だから学問して一緒に日本変えませんか。変えよう。諦めるのは早いんですよ。まだまだ変えるぞ。まずは正しく学問すること、現状認識をすることから始めていきましょう。消費税の正体を知ってますか。このポスターを見ていただきたいんですね。ちょっと読み上げていただいてもよろしいですか。消費税率の引き上げ分は全額社会保障の充実と安定化に使われます。これほんま。嘘つけー。逆に引き下げられてきたのは法人税なんですよ。で法人税が引き下げられて大企業の従業員さん儲かったんですか。儲かってませんよ。儲かったのは大企業の株主なんですよ。大企業の株主で半分外国人ですよ。もう一回言いますね。あなたのために、日本人のために消費税必要なんですって言って皆さんからお金集めて儲かったのは外国人ですからね。これでも消費税必要っていうやつは日本を滅ぼしたいためのスパイかバカかのどっちかなんですよ。消費税廃止。消費税
費税廃止。消費税廃止。日本経済がなんで悪いか、これちょっと説明します。1997年に日本経済 GDP 伸びがなくなりました。なぜかデフレが始まったからです。不況って言われるじゃないですか。不況の定義って何なんですか。これデフレなんですよ。デフレっていうのは資本主義じゃない世界なんです。正しい経済っていうのはインフレなんです。インフレってどういう世界なんですか。お金よりも物が価値を持っている世界なんです。だからみんなお金よりもこのみかんを買いたくなるんです。みかんを買ったらどうなりますか。みかんを届けたトラックのうんちゃんにもお金支払われます。みかんの農家さんにもお金支払われます。このお金をその人らが例えばお米買ったり洋服買ったりしてお金が循環していく、これが正しい経済なんです。だから正しい経済というのは大体インフレ率 2% か 4% なんです。逆に悪い経済というのは何かというとデフレなんです。デフレっていうのはみかんとか物とかよりもお金が価値を持つ世界なんです。だからみんなお金使わないでしょ。喉が渇いたと思ってもジュースを買ったりしないってことはお金が支払われないっていうことでどんどんみんなにそのお金が渡らないから失業者が生まれるんです。これをデフレスパイラルって言うんです。これが30年続けてきたんです。じゃあどうやったらいいのか。みんなが消費をしないとダメなんでしょ。物を買えるようにしないとダメなんでしょ。じゃあ皆さんに物を買ってくださいって言われて買えますか。余裕ないですよね。じゃあどうなった時物を買えるようになるんですか。100円のものが110円になったら物を買いたくなくなるんでしょ。これを消費税って言うんですよ。消費税っていうのはデフレの時に一番やってはいけない政策なんですよ。でもやったんですよ。だから日本経済悪くなった。これ簡単なことなんですよ。じゃあ100円のものが90円になったらみんな物買うようになるんですよ。こうやってデフレ脱却して正しい経済に行けるんですよ。ちなみになんですけど今のインフレっていうのは正しくないインフレですからね。専門用語使ってごめんなさい。これはコストプッシュインフレって言うんですよ。これ例えばみんなみかんどういう時に値段上がりますか。みんな買ったら、ね、みかんの値段上がるじゃないですか。でも上がってない。でもみんな買ってないじゃないですか。じゃあなんでみかんの値段上がったんですか。農薬とか使う肥料とかの値段が上がったんですよ。これをコストプッシュインフレって言うんですよ。今デフレプラスデフレで賃金が下がってる中コストプッシュインフレで物価だけが上がる。これをスタグフレーションって言うんですよ。これをインフレ、物価が上がってるからインフレっていう一言で片付けてはいけない。この時に必要な政策何か。消費税減税なんです。経済学の教科書の通り金融緩和と財政出動、なぜこれができないのか。これは答え簡単なんです。これは財務省を司っている人らが東大法学部の出身だからなんです。彼らは経済学の知識ないんです。逆に経済学の知識ある人、例えば海外でいうノーベル経済学賞を受賞した人ら、ジョセフ・スティグリッツとか、あとはポール・クルーグマンっていう人とか、あとは MMT のステファニー・ケルト、みんな消費税減税した方がいいって言ってるんですよ。これでも消費税減税しない政府おかしいやろが。おかしいぞー。消費税減税しろ。消費税減税しろ。消費税反対。消費税反対。最後になりますけど、今の日本っていうのは先人が命を守ってきてなんとかできた国なんですよ。なんとか守ってきた国なんですよ。だから皆さんも一緒に守る義務があると思うんです。今世の中ではびこってるのはコスパ主義とかなんです。どうやったら損かどうやったら得か、それだけを考えているから、財務省の人らはそれだけを考えているから国が滅びかかってるんです。違うんです。武士道っていうのは正しいかどうかで判断するんです。雨の中来たい人なんて一人もいませんよ。損ですよ。でも日本を何とかしたいから、これが正しい道だから皆さん動いたんじゃないんですか。そうや。財務省は正しいことのために動け。コスパで考えるんじゃない、損得で考えるんじゃない、人として正しい道を理解しようと言っても変えると思いますか。彼らの行動を今さら変えないぞ。つける薬がないんですよ。ないぞ。つける薬がない。財務省に残された道はただ一つ、財務省を変えたい。